今日は直木賞のお話をしましょう。直木賞といえば作家にとって憧れの賞ですよね。芥川賞と並んで日本で最も有名な文学賞と言えるでしょう。この賞が始まったのは昭和10年、1935年のことでした。菊池寛という作家が友人の名前を残すために作ったものです。そのモデルになった直木35。実はとんでもない借金王だったことをご存知でしょうか。現在の直木賞の権威あるイメージからは想像もつきませんよね。日本近代文学大辞典によると、彼は大衆文学の父とも呼ばれる偉大な作家です。しかしその実像は借金取りに追われ続けた困った人だったようです。彼の名前35というのは年齢から来ているそうです。最初は31という名前でした。32歳になったら直木32、33歳になったら33と毎年名前を変えていたのです。律儀な性格だったのでしょうか。いえ、単に新しいもの好きだったのかもしれませんね。ところが34歳を飛ばして直木35で止まりました。友人の菊池寛にいい加減にしろ、面白くないと怒られたからだそうです。怒られてやめるところがなんだか憎めませんよね。彼は多くの人に迷惑をかけましたが、不思議と愛された人でした。今日はそんな彼の教科書には載っていない実像をご紹介しましょう。こちらは大正時代の早稲田大学でしょうか。直木35は明治44年にこの早稲田大学の英文科に入学しました。当時の早稲田は今の立派なキャンパスとは随分違っていたようです。田舎の中学校よりもお粗末な木造校舎が散らばっていたそうです。周囲には杉や欅の古い木がうっそうと茂っていたとのことです。早稲田の森という言葉通りの風景だったのですね。雨が降ると教室の窓の隙間から雨が入ってきて壁まで濡らしてしまったそうです。そんなバンカラな学生生活を直樹も送っていたのでしょうか。実は彼は学校にはほとんど行っていませんでした。大阪から芸妓さんが追いかけてきて同棲してしまったからです。仕送りされた学費もすべて使い込んでしまったようです。待った学生さんですね。当然卒業などできるはずがありません。しかし実家の厳しいお父さんには卒業したと嘘をつかなければなりません。そこで彼が思いついた作戦がとんでもないものでした。卒業写真を撮影する日、彼は大学へ行きました。そして他の学生たちが並んでカメラマンがシャッターを切る瞬間を待ったのです。昔のカメラですから動いてはいけませんよね。皆が緊張して固まっています。その瞬間です。あちっと音がする瞬間に彼は横からスッと入り込んだのです。そしてちゃっかり写真に映り込んでしまったのです。まるで忍者のようですね。彼はその写真を実家に送りました。この通り無事に卒業しましたという手紙を添えて。お父さんは安心したそうですが、とんだ親不孝ですね。今の学生さんならスマホで合成写真を作るかもしれませんね。でも当時は一発勝負のアナログ写真です。一歩遅れたらブレてしまいます。ある意味ものすごい度胸と運動神経を持っていたのかもしれません。広津和夫という作家もこの話は有名だったと語っています。何事も全力を尽くす彼の人生はここからすでに始まっていたのかもしれませんね。こちらをご覧ください。明治から大正にかけての自転車、いわゆる二輪車です。前輪がとても大きいだるま車と呼ばれたものもあったそうです。当時はまだ自転車はとてもハイカラで高価な乗り物でした。明治の中頃で
中古でも190円くらいしたそうです。今のお金にすると数百万円でしょうか。とても庶民には手が出ない高級品だったんですね。デートン色の自転車に乗ることが当時の若者のステータスだったようです。デートン色とはアメリカ製の自転車デートン号に由来する紅色のことです。直樹35はこの自転車でビジネスをしようと考えました。彼の計算はこうです。日本の人口が6000万人として半分は男だ。老人と子供を除いても2000万人は自転車に乗るはずだ。だから全員が買えば大儲けできる。随分と大雑把な計算ですね。法律で自転車に乗ることを義務付けたわけでもないのに、全員が買うと思ったのでしょうか。友人の今東光は呆れて止めたそうですが、彼は聞き入れませんでした。案の定、このビジネスは大失敗に終わります。彼は自転車で儲けたお金で映画を作るという夢を持っていました。当時、映画は活動大写真と呼ばれ、大変な人気でした。半田の近畿館という場所では、大入り満員で上映期間が延長されるほどだったそうです。人々は動く写真に夢中になっていたのですね。直樹は神奈川県の鵠沼という海岸に撮影所を作りました。撮影所といっても4本の柱にブリキの屋根を乗せただけの小屋だったそうです。壁もなかったのでしょうか。風が吹くと砂ぼこりが舞い上がって大変だったそうです。しかも驚くべきことに女優さんの着替え場所もトイレもありませんでした。スタッフがトイレがないと文句を言いました。すると直樹はこう言ったそうです。浜辺へ行ってすればいいじゃないか。女は沖の方を向いてすれば船からは見えないから大丈夫だ。とんでもない暴言ですね。今なら大問題になってしまいます。結局カメラを借りるあてもなく映画は一本も撮れなかったそうです。トイレも作らずじまいでした。夢を見るのは素晴らしいことですが、もう少し計画性が必要だったかもしれませんね。おおらかな時代だったと言ってしまって良いのでしょうか。直樹35は晩年歴史小説が大ヒットし、文壇の流行時となる前はいつも借金に追われていました。作家の広津和夫が当時の直樹の家の様子を詳しく書き残しています。想像してみてください。東京の三番町にあった直樹の家を訪ねた時のことです。玄関を上がり、障子を開けると、そこには不思議な光景が広がっていました。部屋の真ん中に大きな四角い火鉢があります。その火鉢を囲んで男たちがずらりと座っているのです。数人、多い時には5、6人もいたそうです。印刷屋さん、紙屋さん、あるいは呉服屋さん。そう、彼らは全員、直樹にお金を貸している借金取りたちなのです。しかし、部屋の中は奇妙なほど静まり返っています。誰も怒鳴ったりはしていません。ただ黙ってじっと座っているのです。広津和夫はこの光景を見て、直樹の奥さんにこう言ったそうです。まるでお通夜みたいですね。シュールな光景ですよね。では、肝心の直樹本人はどこにいるのでしょうか。彼はその部屋のすぐ奥にある4畳半の部屋にいました。なんと、布団を敷いて悠然と昼寝をしていたのです。しかも驚くべきことに、部屋を仕切る襖は開けっぱなしでした。借金取りたちが座っている部屋から、直樹が寝ている姿が丸見えなのです。
ただ、枕元に屏風だけが立ててありました。借金取りたちは、その屏風を恨めしそうに眺めながら、彼が起きるのを待っているのです。奥さんはニコニコしながら、無理に起こすと機嫌が悪いので、と言って、決して起こしません。外が暗くなり、部屋に電灯がつく頃、しびれを切らした借金取りたちは、一人、また一人と帰っていきます。それでも帰らない、執念深い人が残ることもあります。直樹はようやく起き出してきます。そして、待たせていた人たちなど、目に入らないような顔で、火鉢のそばに座ります。待たせて悪かった、なんて一言も言いません。ただ黙ってタバコをふかすだけです。借金取りが泣きついても怒っても、彼は石のように無表情です。そして、相手が最後に、一体どうしてくれるんですかと叫んだとき、彼は低い声でボソッと、こうつぶやくのです。できたら払う。今はない。それだけです。ないものはない。あまりの潔さに、相手も力が抜けて帰ってしまったそうです。広津和夫は、この見事な撃退ぶりを見て、呆れるどころか感銘を受けました。これは英雄だ、と思ったそうです。借金も、ここまで来ると、一種の芸術だ。そんな風に思わせる、独特の威厳があったのですね。今の私たちには、真似できない図太さです。そんな彼ですから、友人に対しても容赦はありません。最後に、とっておきの愛すべきエピソードをご紹介しましょう。作家の永井達夫が結婚した時のことです。直樹は先輩としてお祝いを贈ることにしました。何でも好きなものを言いなさい、と言ったそうです。永井達夫の奥さんは三面鏡が欲しい、と言いました。当時はデパートでしか買えないような高級な家具です。直樹は快諾し、立派な三面鏡が永井の家に届きました。新婚夫婦は大喜びです。直樹さん、やるときはやりますね。しかし、その後すぐに直樹は病気で亡くなってしまいます。昭和9年、43歳という若さでした。なじみにくれる永井の家に、ある日、一通の手紙が届きました。それは、デパートからの請求書でした。三面鏡の代金が未払いです。と書かれていたのです。そう、直樹はお祝いの品を送っただけで、お金を一銭も払っていなかったのです。死んだ後に友人にツケを回す。最後の最後まで彼らしいオチがつきました。普通なら怒るところですが、永井達夫も笑ってしまったそうです。困った人ですが、なぜか憎めない。それが直樹35という人だったんですね。現代の直木賞は、新進気鋭の作家に贈られる、とても名誉のある賞です。受賞した作家たちは、このエピソードを知っているのでしょうか。もしかすると、直木賞のトロフィーには、彼の愛すべきちゃっかり精神も込められているのかもしれませんね。そう思うと、ニュースで見る授賞式も少し違って見えてくるのではないでしょうか。皆さんの周りにも、こんな困った愛されキャラはいませんか？明治、大正、昭和と駆け抜けた、ある作家の生涯でした。このチャンネルでは、資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。
実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。